皆さんこんにちは。青森のメルです。今回は私が大好きでとっても育てやすいと感じている宿根草を3つ紹介します。どれも手がかからず真夏の庭にもぴったりです。それでは見ていきましょう。まず1つ目はエリゲロンです。今日紹介する3つの中では集薬というよりね脇薬タイプですが、実はそこも私がエリゲロンを好きな理由の一つです。で、小さなデイジーのような花は咲き始めは白くてだんだんピンクに変わっていくので、白といろいろなピンクが混ざって咲く姿が本当に可愛いです。で、背が低くて他の植物の間に広がりながら花壇のエッジをふんわりさせてくれるので、もう集薬というよりはその周りの植物をもっときれいに見せてくれる脇役みたいな存在かなと思います。あと、とにかく開花が長い。うちの2年目のエリゲロンは6月の初めから咲き始めて、で8月の今もうこんなにたくさん咲いています。で、去年はね晩秋までずっと咲いていったので、今年もまだまだ楽しめそうです。そして本当に手がかからないんです。今まで病気や害虫のトラブルもなく、で花がら摘みもしなくても大丈夫です。夏の途中で切り戻す方もいると思いますが、私は特に切り戻しもしないので、私がやっているお手入れといえば、晩秋にバッサリ切るぐらいですね。寒さにも暑さにもかなり強いので、そこも本当に育てやすいポイントだと思います。私はエリゲロンを花壇の前の方に植えて、ぎっちり一つの株としてまとまりというより、他の植物の間に自然に入り込んでいく感じが気に入ってます。開花も長くて手もかからず簡単に増やせるので、もう花壇の前の方に植える宿根草を探している方には本当におすすめです。2つ目はユーパトリアムのベイビージョーです。小さなピンクがかった紫の花が集まって大きくふんわりとした花になってます。で、葉っぱ自体も綺麗なんですが、特に好きなのがこの濃い色の茎と緑の葉っぱのコントラストです。花がない時期でもこの色の組み合わせだけでもう花壇にかなり存在感があります。しかもこの茎は見た目が綺麗なだけじゃなくてものすごく丈夫です。もうこれだけ背が高くなくても強い雨の後に倒れたりすることも全然なくて、今まで一度も支柱を使ったことないんです。この大きさで自分でしっかり立ってくれるのは本当にありがたいですね。で、大きさといえば私が買った苗のタグには草丈60から80センチと書いてあったんですよ。実はそれを見てこんな場所に植えたんです。で、60、80ぐらいならここにちょうどいいなと思って、でもこれまだ2年目なんですが、今はだいたい150センチあります。どうやらベイビー上この場所がかなり気に入ったみたいです。大きくなったこと自体はすごく嬉しいんですが、150センチになるともうさすがに今の場所ではちょっと合わないんですね。なのでこの秋に花壇のもっと後ろの方へ移植する予定です。予想よりかなり大きくなりましたが、育てること自体は本当に簡単です。で、背が高くて存在感があり、あと花だけではなく葉っぱも茎も楽しめる宿根草を探している方にはおすすめです。そして最後はアリウムのメリニアムです。これは本当に大好きで、今ではほとんどの花壇に植えています。で、草丈はだいたい50センチぐらいで、今の時期はこの丸い紫色の花がたくさん咲いてます。で、7月の初めから少しずつ咲き始めて、で8月中旬の今ちょうど一番綺麗な時期を迎えてます。で、少し色が抜けて始めた花もありますが、よく見るとまだ開いていないつぼみもあるので、もうこれから咲く花も残ってます。それからメレニアムでは私がすごくいいなと思っているのが葉っぱです。細い緑の葉っぱが綺麗な株になっていて、ちょっとグラス類みたいな雰囲気がありますね。なので花が咲く前から葉っぱの形や質感だけでも花壇のアクセントになってます。
そして何より葉っぱがずっと綺麗な状態を保ってくれるんです、春に咲く球根のアリウムは花がすごい綺麗なんですが、花が咲く頃にはもう下の葉っぱがもう黄色くか茶色くなってちょっと残念な感じになることがありますよね。でもメリニウムはそれはないです。8月の今でも葉っぱはこんな緑で花だけじゃなく株全体が綺麗です。そして私だけじゃなくて虫たちもこの花が大好きです。そしてもう一つのいいところは簡単に株分けして増やせることです。これだけ綺麗なのに全然手がかからないので本当におすすめしやすい宿根草です。いかがでしたでしょうか。3つとも全然違う植物ですが、私がこの3つをおすすめする理由は同じで、花が大好きで育てやすくて本当に手がかからないからです。どれも自信を持っておすすめできる宿根草なので、気になるものがあったらぜひ皆さんのお庭でも育ててみてください。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。では次回の動画もお楽しみに。